もう12月末、玄関期突入でございます。今回の釣り場は千葉県にある長熊釣り堀センターさんなんですけれども、もうここはね、前に生井沢さんと一緒に揚州の撮影をさせていただいた以来かな。なので約2年ぶりに撮影をさせていただいておるんですけれども、本日は一つテーマがございます。管理釣り場に行くと大体玄関機、メーターセット、提灯セット、はたまた断続をやったりと、そういった釣りをされる方が多いと思うんですけれども、やっぱり今回は初心に帰って友餌の底釣り、そういった釣りをちょっとやっていこうかなと思うんですが、この長熊といえばの生井沢先生にお越しをいただいて、生井沢さんからもお話をいただきますけれども、前回7月の時にヘラティ、三島子さんの桟橋でヘラティを使った撮影をさせていただいたんですが、その動画の最後にヘラティの中弱から長弱の竿を使っての撮影もしましょうということで、今回念願が叶いました。よってですね、今から生井沢さんをお呼びしてヘラティの中弱底釣りご伝授をいただこうかと思います。それでは早速お呼びしましょう。生井沢さん、よろしくお願いします。お疲れ様ですというか、なんか出にくいね。どうぞ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 。まずお詫びしないといけないのは、ちょっとスケジュールがお互い合わなくて、中弱ね、中長竿ヘラティのね、が、遅れに遅れてしまったんですけど、年内にはなんとか。いや、僕嫌われてるのかと思いまして。勘弁して本当に。で、ももち今日来ないんですけど、どういうこと？いや、だから天気いいんじゃないかな。すみません、ももち今絶賛体調を崩しておりまして、今回来れなかったんですけど、今回はですね、先ほど冒頭に私ご説明をしたんですが、もちろんヘラティの中弱以上の竿を使っての調校なんですが、底釣りを教えていただきたいなと思ってます。教えるほどじゃないんですけど、僕なりの、底の取り方とか、生井沢的な、底釣りみたいな、で今本当に金谷さんがこう冒頭でお話したように、やっぱり底釣りってちょっと縁遠くなっちゃってるのかなと思うんですよ。やらない人多いですよね。逆に生井沢の場合には底釣りが多いんですよ。そうだと思います。多いんです。で、結構さっきこの撮影をする前に少しいろいろとお話をしてたじゃないですか。その中で、これ生井沢さん独自の底釣りだなって思った考え方もあったんですよ。ありがとうございます。なので、そういったのを今回の動画を通じて、視聴者さんにお伝えをしていただければと思うんですが、こういったノウハウというかハウツー系の動画ってどのぐらいぶりなんですか？基本的にやっぱ自分が出てる、台場の動画っていうのは、こうイメージ動画っていうか、竿のインプレみたいなのが多いじゃないですか。だから本当にこう釣り自体の、こうハウトゥーものっていうのは本当久々ですね。久々です。洗練されたものをこれいやだから先生ってやめてほしいんだよね。ちょっと今日は先生と。いや勘弁して本当に。では少しちょっと底釣りの基本からちょっと応用までお話をいただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは生井沢さん、まずはじめに底釣りの仕掛けの説明をお願いいたします。道糸は、今、使っているのはスペクトロンヘラ道糸 EX の1号です。で、ハリスは同じく EX の今回05を使ってます。で、まず、自分が底釣り、一番の肝っていうのは、底取りですよね。棚取り。で、棚取りの時は自分は水深が分かんないとこは特にそうなんですけど、この板重りを巻いてあるんですけど、これを自分は全部外しちゃうんですね。ほう。板重りを外すんですか？そのバランスを取った板重りですよね。これはバランスを取っている板重りなんですけど、基本的にはこの板重りは取った状態で浮きから要はハリスまで、何もない状態、にします。で
ここでまあ棚取りって要は一番何が大事かっていうと、絶対にきちっと取れてるっていう自信があればやり方っていうのはまあ正解はないと思うんですね。はい。どのぐらいの大きさの棚取り？これはね今浮きで見せますけど、はい、この棚取りゴムって、はい、ちぎって増やしたり減らしたりできるじゃないですか。粘土盛りですよね。粘土盛りなんで、はい、ちょっとここで浮きを取ってもらえますか。はい、わかりました。近場に落とせばいいですよね。わかりやすいと思うので。はい、お願いします。要は浮きがこの辺でいきましょう。はい。取れてますか？大丈夫です。浮きがゆっくり沈む程度ぐらい。はい。このぐらいの沈み方ですね。なるほど。はい。でこれで棚を取っていきます。これ普通だったら、はい、僕もそうだったんですけど、バランスを取った板重りをつけた状態で、はい、粘土重り、はい、棚取りゴム、はい、つけて取ってるんですけど、はい、それとは違うってことですよね。というのは水深によってですけど、糸の分のやっぱりこう重さが浮きに現れるんで、自分の場合にはきちっと一回底取りをしてから餌落ち目盛りを決めるんですよ。はい、だから棚取りゴムで要はちょっとこれをじゃあわざとあえて今ちょっとゴムをちょっとプラスして、はい、要はそのゴムも重くすると浮きを見てください。速いでしょ。速いです。これでは重すぎるんですよ。はい。これでは重すぎるんで、自分の場合にはちょっと削ってこのぐらいのスピードで沈むぐらい削るんです。はい、はい、で削りました。で底立てをしていきます。普通にこう振ります。今日は絶対余るんで、穂先から上が、はい、でその時に今普通に振りました。ちょっと振り切りです。で当然斜めに張ってるんで、はい、この時に竿尻引いとくんですね。30センチぐらいで戻す。はい。で浮きが出てこない。じゃあこれではまだ全然水深が合ってないんで浮きを上げます。上げます。今上げました。はい。でもう一回振ります。で竿尻を引いといて、ゆっくりゆっくり浮きが入っていきます。はい。で前に出します。そこでだいたい浮きが沈み切ったら、はい、引いといた竿尻を前にグッと出すんですね。はい。で今前に出しました。はい。で自分の手でいつも合わせるラインですよね。持ってる位置。はい。グリップは。で引いてみて5センチで引いてみて浮きが動くかどうか。動きます。ほら。はい。で前に出しても浮きは出てこない。はい。ってことは浮きのトップに対して棚取りゴム粘土重りはまっすぐ下に落ちてるっていうことですよね。でこれができたんで今、トップ一目盛りの時点で出てるんで、これから餌落ちを決めるんです。なるほど。はい。そうすれば浮きから下の糸の部分の重さもきっちり分かった上での餌落ち目盛りになるわけですね。で狂わないですね。そっか、逆に板重りをつけてる状態でゴムをつけてってやると、はい、結局ちょっと狂うんですね。板重りがついてる部分どうしても
春からです斜めに。はい、ハリなるスが。ほどね。はい、でこれで一回板重りをつけます。はい。でもちなみに金谷さん、僕は、今まで、動画、はい。来年でプロ20周年なんですけど、はい20年間、釣りをしてきて、はい。こういう底取りのこの話はい。は初めてです。マジっすか。はい、でこの板重りは普通に巻いてもらえばいいんで、はい。それ板重り今名前さん2連にしてるじゃないですか。はい、その理由っていうのはあるんですか。一点につけちゃうと板重りが厚くなるじゃないですか。はい。厚くなるとどうしてもそこにハリスが絡みやすくなるんで、あ糸に対して重りがこう厚くなるとその分なんていうんですか、やっぱりこのハリスがこう出っ張る分かかりやすくなるっていうんですかね、はいはいはい。重りに。あかといってこの2連にしてるのが上がちっちゃくて下が大きくてもダメなんですよ。なるべく同じぐらいの大きさ、あ、なるほど。厚さが、はい。重さじゃなくて厚さがですね。はい。それでは今板重りをつけた状つけました。態ですよね。はい。でこれで次は餌落ちを取ります。次は絵落ちなんですね。はい。で、トップ先端第一メモリで棚取りをしてるんで、この途中のメモリで餌落ちを合わせればなるほど。必ずそこには針がついてないってことですよね。はい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 。なるほど。餌落ちメモリの決め方って、はい。まあ底釣りに関してですけど、はい。なんかこうこだわりというか考え方ってありますか。基本的にはやっぱり一番は、自分が見やすさはいが第一なんですね。必ず。はいで今回今ムクトップをつけてますけど、そこの状態によってムクかパイプって僕は自分は選択するんですよ。はいだから今回はムクトップで今この赤が見えてますよね。はい。はい、赤見えてます。でこれが餌落ちです。なるほど。はい。で今度餌落ちを決めました。じゃあ次に何をするかっていうと、でここがトンボです。見えますか。ゴムがついてるの1個。はい大丈夫です。でこの状態でもう一回ゆっくり馴染むぐらいの粘土盛りを、見えます、はい今度ちっちゃい粘土盛りを、はい。さっきよりも全然ちっちゃいですね。はい、なぜかというと板重りがついてるそうですよねはい、餌落ちも取ってあるんで、でもう一回振ります。でこの時も同じようにいろんな方の底釣り取らさせてもらったんですけど、はいこの底の取り方は初めてです。正解ってないと思うんですよ、はいもう自分がやりやすく間違いがないようにした方がいいんで、で自信が持てるってことですよね。はい、おぴったりぴったりだと思うんですね。ぴったりだっ。てことは、本当だ。最初の大きい粘土盛り取ったのもこれも間違いないってことですね。誘って5センチと動きますんで。はい。はい。ってことはこれで、2段階。確認が取れたと。はい。今の状態で言うとこういう状態ですね。はい。浮きからまっすぐ下に落ちてる状態。でこれが確認できたんで、今度はさっき取ったトンボに対してはい。自分が決めた餌落ちメモリの赤を合わせます。これでよく餌落ちメモリから少し這わせたりっていう人もいるじゃないですか。はいはいそれは名前さん最初はやらない。やらない。なんでかっていうと、この時点で上張りトントンっていうイメージですよね。でなぜこれをするかっていうと、今自分の中では正確に取れてるっていうのがまず一つで、あとこの時点でもう一回チェックするんです。この時点で上張りトントンなんですから、針の重さが浮きに今度、反映されなくなりますよね。そうですね。はい、これできちっと餌落ちメモリが若干赤からその下が出てこなきゃおかしいそうですね。上に上がらないとおかしいですからね。おかしいですよね。はい出てこなかったらごめんね。
じゃあ風のせいってことにしておきますか。してきますか。絞って。絞ってるなっつってでこの時もやっぱり手前に少し引いといて、なるほどね僕は前に出しますはい必ず。はいやっぱ前に出すんですね、少し。はい。っていうのは引いて少し前に出す送るんです。はい。斜めに張らないように。はい。出てますね。そうですね。一目盛り。はい。そうですね。一目盛り出てますね。はい。一目盛りちょっと気持ち下の目盛りがかすかに見えてますね。はい。はい。これが今日今針が4号なんで友針で。だから友ずらしだとまあこのぐらい針の重さが浮きから消えると。はい。これがだから底釣りの餌落ちです。いや、すっごいわかりやすいです。なるほど。でなぜトントンにしたかっていうと、はい。ここでさっき、金谷さんも言ったんですけど、まずじゃあ、両グルテンの時はい。両グルテンの時と仮に、バラキにグルテンの時両団子の時当然餌の重さが違うんでいきなり這わせてしまうと餌の重さが浮きに現れない分かりにくくなる。はい。だから僕は必ず、トントンから始めて両グルの時はだいたい2目盛りぐらい馴染むような感じはい。で両団子の時は倍の4目ぐらい馴染むようなイメージでやってます。生枝さんはその底釣りの時には、はい道糸は1号はいが基本だっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。はいその理由を今一度お願いしていいですか。基本的に管理釣り場さん、これが、今日も基本的に7メートルの風が吹いてて当然流れはあるんです。ただじゃあ、仮に横利根川、金谷さんご存知ですよね。はい、横利根川なんか、流れがある川だったら浮きから浮きの下のハリスが細きは細いほどやっぱり絞られないんですよ。はい、ただ管理釣り場さんだとそこまで、僕は流れもあまり気にしないのとまずは、浮き下がそこまでないじゃないですか、はい、21尺いっぱいってことないですよね。だったら逆に1号の方が道糸の伸びが少ないんで1号にするんです。08にしない理由っていうのは、はい、かといって 1.2 号だとちょっと太いかなっていうのもあるんでこの玄関機を1号にしてます。でこれが夏場の底釣りだったら僕は 1.2 でも 1.5 でもいいと思います。そうですよね。はい。今日はね、金谷さんと、以前三島湖でお約束した、ヘラティの、中尺長尺ということで、15尺を使ってます。で道糸が1号のハリスが0号です、ね。はい、0号です。で段差って何センチになってるんですか。今は8センチです。8センチ段差。はい、で自分の中では、基準が8センチなんですね。でもっと今日なんかは、底取りして分かってるんですけど、右に浅くなっていく左に深くなっていくだいたい目盛りで右に、15センチ20センチずれると2目盛りで左に15センチ2センチずれると、1目盛り入る。はい、で灘が左にかけ下がってるんですね。そうですよね。はいはい、でこれがもっとフラットなとこだったら段差は5センチでもいいんですね。逆に開けたからいいってわけじゃないんで逆に駆け上がりを狙ってる時は広げたりするんですか。広げます。10センチとかにします。ちなみに、はいさっきちょこっとお話にありましたけど、はい、そこを取る時にフロートを使う方いらっしゃるじゃないですか。はいはい、で生枝さんはフロートを使わないやり方でということで、もちろんフロートを使ったのが間違いなんじゃなくて、はい、生枝さんがフロートを使わない理由っていうのはあります？結局、フロートを使う時って浮きがある程度棚取りゴムに対してフロート浮きに対してフロートがあったりすると思うんですけど、はい、自分の場合には浮きが本当にもう浮きのテストもやってるんで結構浮きがバラバラなんですよ。はい、そうするとやっぱりその棚取りゴムとフロートと浮きとのバランスっていうのがやっぱり浮きによって変わるわけじゃないですか。はい、それが僕の中では結構決め打ちできないんでどんな浮きでも対応したいんでもう全くゼロの状態でできる棚取りの仕方をしてます。なるほどね。だからこれがやっぱり自分の中ではこの浮きが、底釣りの理想の浮きだっていうのがあればきちっとそのフロートも決めて棚取りゴムを決めてやれば同じことだと思うので。そうですよね。はい。はい。
慣れてればってことですよね。はい、ただ決め打ちができない場合はそれはまた難しくなるわけじゃなないでか。るんですす。はい。なるほど。だから使わずにってことなんですね。これ食い上げでした。素晴らしい。今これはきちっと今引き抜きにしてちょっと持たせたんです。グルテンを。これはシンベラですかね。シンベラホーリーベラですね。なんか放流が2回今回、はい今年はなされたみたいで。はい、約、何キロだ ?2 トンぐらい入ってるんですかね。はい、そうらしいですね。で今のは下張り食ってたんで、はい自分の中では納得はできないんですね。なんで下張りは納得いかないんですか。要は、友ずらし上張りトントンで棚を取ってるんで、やっぱり上張りに食ってくる方が僕は正解だと思ってるんですよ。はい、なんでかっていうと下張りは寝てるわけじゃないですか。はい、そうですね。はい、だから基本的には上張りで食ってくるのが正解だと思ってます。よくはい、生井沢はこうハリスが長いって言われることが多いんですよ。はい、まあ両団子の深中なんかだと、はい、当然僕長いんでハリスが、はい、はい、はい。ただ底釣りの時もまあ40、48は短くはないですけど、短くはないですね。はい、僕もちょっと聞いた時長いなと思いました。基本的にそのぐらいのハリスを取ってる理由っていうのはやっぱりちょっと近年ちょっと魚が、どこもね、ちょっと薄くなってきてる傾向ですよね。これ、今までの僕底釣りだったら意外にスタートは、35上張りが35のって多かったんですよ。ここのとこ5センチ伸ばしてる理由ってそこなんですよね。はあ。僕今日最初、はい、35の、はい、違う40下張りが40の、はい、上がやっぱ33、はいはいはい、そんぐらいやってましたスタートが。はい。まあそこら辺ね、まあ5センチっていうのはあんまり変わらないような気はします。ただハリスが短ければ短いほどきちっとそこは取れるんで、はい、はい、今これもあれちょっと左の方が浅いから右の方が浅いからな。生井沢さんはその棚取りの話に戻っちゃいますけど、はい、棚を取るときに、はい、やっぱりその自分が餌を落とす位置に必ず落として取りますよね。まあ基本的にはそれが一番ベースですからね。よく落とし込みで取った方がいいとか振り切りで取った方がいいとかって結構両者いると思うんですけど、はい、僕はある程度でも棚がこう上が余るときは、はい、若干振り切り気味にするんですよ。なるほどね、はい、上が余るときは。はい、でなんていうんですか、竿尻を引いて、はい、フォロー入れるんですね。なるほどね。はい。で今も竿尻引いてるんでこれ。はいはい、で自分の中でこの目盛りってとこで前に出すんです。はい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 。でそこが普段のポジションってことですもんね。そうです。はい。確かに竿先いっぱいいっぱいの底釣りの時なんかはね、そのまま直角取った方がやりやすいですからね。で今も若干こう右が浅いんでちょっと風で流れて流れてます、はい、結構右に押されちゃいましたね。だこれはちょっと張った状態、下張りが張ってる。いい当たり。ちょっとでかすぎちゃったけどね。いやでもいいですよ。張ってる分。上張りにねちょっとちっちゃいゲストついてるけどごめんよ。上張りの子がおまけもくっついてます、ね、おまけもそう上張りが食ってるけどちゃん流星会のメンバーともね、実際長考行くんですけど、はい、まあねシチュエーションによっては32尺の置き底なんかもやるんですよ。そういう時なんかも同じような棚取りを
するんで、 32尺ですか。はい。管理でですか？まあもう今だからね、正直もう話しちゃいますけど、32尺の、竿をテストしました。はい。その池は長熊さんなんです。いや、すげえな。棚規定竿規定がないんで、はい。それで、まあ、大体32使えないですもんね。はい、もうこれねほんと秘話ですよこれ。実言うと、テストはその4号桟橋の、3号向きだったんですね。はあ。で32でメーターやるんですよ。そうすると対岸の桟橋際に落ちるんですよ。もうバックバックだったからそう大笑い。じゃあ R の32なんかもやったんですね。いやここでテストしました。はい。もうね、あ、こんなに釣れるんだと思いました。もう今日はハウツー系なんでいいやったり取りましたね。いや今くだらない話しようと思ったら今くだらない話しようと思っちゃいましたよ。でこれは今自分の中で当たりも良かったじゃないですか。はい、いいヘラですね。でもで当たりも良かったし上張りでセンターバッチリなんです。ほらちょっと見せてもらっていいですか？はい今ああ、ちょっと待ってください。今本当だ。当たりも良かったし上張りでセンターバッチリ、そうですねこれ上張りなんですよね。綺麗な魚。今ちゃんと針が落ちれば分かるよ。これ上張り食ってです。今見せましょうか。よいしょ。ほら上張りでセンターバッチリだ。そうですね。本当だ。いや、いい魚ですね。しかも。はい、ね、いい魚ですね。はい。だからこれが今ね金谷さん見てうわいい当たりって言ったじゃないですか。はい。餌落ち、はい。戻してきて一目盛りいい当たりしてで上張りでセンターバッチリなんで底取りはまあ100点かなって。そうですね。はい、自分の中ではそういう理解をします。ありがとうございます。でこのヘラティのねこの中弱ね中長尺まあ18尺今長尺とは言わないんですけど、はい。でこの中尺やっぱ使い勝手がいいっていうかまあ振りやすいし操作性がいいんで、はい。やっぱ腰があるから、は引き味もい、ね、ちゃんと引っ張ってこれるから、えいいですよね。特にねこのちょっと中途半端だなっていうんですかはい。は操作性がまあ重要ですよ。そここはう一番肝だと思うんで、うわやった。うわー、今乗ったと思ったんですけどね。でこれでちょっと殻が出た時ははい。今のはもう自分の中でも100点の当たりだったんで、はいあ、少し這わせるんですね。はい、トップ一目盛り分ぐらい這わせます。さっきちょこっと話にもあったんですが、はい底釣りははい、ジジイの釣りだと勘弁してよちょっとなんか言われたっていうは話もいね聞いたんですけど、はいでも僕は底釣りってすごい好きなんですよ。はいで近年やっぱり底釣りやらなくなっちゃったはい方もいると思うんです、はいもう管理ずっとやってるはい方っていうのは、ただやっぱり底釣りってわびさびもあるし、はい、すごい面白い奥深い釣りだなって思うんで、生イザーが思う底釣りっていうのは、あくまでこうヘラブナ釣りの本当の基本の基本底釣りが基本だと思ってるんで、はいで僕は底釣りが一番好きです。はいはい、なんでかっていうとやっぱり底釣りの独特の当たりはいでやっぱりこう魚との駆け引きがさらにこう面白い。はいはいでなんかこう水深をちゃんと把握しての釣りじゃないですか。そうですね。それで面白いですよね。はい。ね金谷さんもね今日やっててうわ底釣りの当たりいいやって言って、はい、楽しいって言ってやってますもんね。やってますやってます。もう午前中は楽しませてもらいました。独特のやっぱチク返してチクみたいな。はいはい。返してチクって当たるのがやっぱりいいですよね。いいですね。はいやってもらいたいですね、皆さんに。ねえ。改めてはい。やってもらいたいです。ね今いい当たり。
うわー、おめでとう、ありがとうございます。センターバッチリだけど下張りだったけど大きい。いや、生枝さんありがとうございます。なんとかなりましたか？はい、素晴らしい当たりでございました。綺麗な色ですね。綺麗ですね。あ、ね、綺麗綺麗綺麗。太鼓もあって、はい、納得ですね。素晴らしいご説明をありがとうございいます。や、ありがとうございました。はい、皆さんもぜひ長熊さんにヘラティーを持ってはい、それでは生枝さん、はい、お疲れ様でございおました。疲れ様でした。ありがとうございました。渋かったとはいえ、はい、動画回していたお昼過ぎ、はい、パパパパパッとね、釣れましたね。でも一日にするとね、金谷さんも結構釣ってるし、でもね、楽しめました。ね、本当に、はい、結構シンベラが多かったですか？そうですね、シンベラがやっぱり8割ですよね。はい、いや今日は、はい、生枝さんと普段は竿のレビューがほぼほぼメインで一緒に動画を撮らさせていただいていたんですが、はい、もう今日なんかやっぱりこう一つ一つ丁寧にいろいろ考えて釣りしてるんだなっていうのが。ありがとうございます。はい、いや、なんか褒められちゃったから。とんでもございません。ね、今年、は最後。はい、そうです。今年は多分最後ですよね。でまた来年になると、はい、釣りフェスでお会いするのが確実かなと思いますけれども、その時もすぐに大和さんブースに行って生枝さんにご挨拶しに行きますので、いやでも年末最後に褒められたんで良い年越しができそうです。ありがとうございます。はい、本当に皆さん管理釣り場の底釣りまたは野釣り場での底釣り、はい、同じように一個一個丁寧に考えながらプロセス組み立てていくと、はい、生枝さんのように素晴らしい底釣りができると私は今回思いましたので、ぜひご参考にしていただいて、はい、生枝流底釣りを試していただければと思います。よろしくお願いします。本当に今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。とんでもないです。またフィッシングショーよろしくお願いします。はい、お願いします。